今ゆるく絞りました。でこんな状態ですね。これを染液に入れます。ゆっくりゆっくりこう入れてはい。使ったら火を入れましょうかね。火をつけますね。でもう結構染液が熱いのでちょっと弱火でいきましょうかね。ゆっくりじわっと。はい、これでね弱火でゆっくりと染めていきたいと思いますので、はい、ここでやわりゆらりとちょっとこう泳がせながらね、熱いですけどちょっとこの熱さをちょっと味わいながら、はい、汗をかきながら染めをするというね。でもね本当夏休み企画で結構小学校とか、親子体験とか染めで呼んでいただいていたりもするんですけど、子どもたちはねもう関係ないですので暑さはね暑さ関係なくもう元気よくね、染めにね参加してくれたり、その時は、親子でお母さんが子供に贈るものを染めて、で子供はお母さんに贈るものを染める親子のなんていうのかなワークでお母さんが給食袋かな、私が作ってたんですけど給食袋で子供たちはお母さんにストール、こういうガーゼのでその子たちが お母さんを思ってとか、子供たちを思って染めたり絞りをするわけです。で染め上がったその時はねネムノキを使って、で校長先生がネムノキをすごく大事に育ててらっしゃって、校庭でそのネムノキの枝がすごい誇ってもう剪定しないとっていうのをおっしゃってたので、ネムノキの枝をいただいて、子どもたちとみんなで取ってで煎じて、でそしたらものすごく黄金色になるんですよ。黄色を超えてね、黄金って金ですってみたいなね色に、こういう本当に夏の盛りに染めるんですけど、でそれがねまたなんていうのかな、それを染め上がったら交換するね光景がねすごい良くて、でちょうど眠ってこう喜び合うって書くじゃないですか。なるほど。感じね。だからもうそのまんまのなんだろう風景をね見せていただいて、すごいねムノキがこうやってしてね子供たちとお母さんをこうつないでるみたいなので、じーんとですね汗だくになりながら感動しちゃったわけだ。感動、毎回いろんなね場面で感動 しますよね。その時はそんな感じで小学校の何年生かな、はい、そんなのがありました。なので夏もねこうちょっと体調と相談しながらちょっと染めもちょっとチャレンジしても楽しいかもしれないです。親子でしてもね楽しいし、はい、子どもたちが意外と手伝ってくれますのでね、はい。さあ今、こんな感じでちょっと20分ほど置きたいと思いますので、こんな感じでね結構染まってきてます。はい、この間に朴葉茶をいただきたいと思います。そしたら朴葉茶がね出来上がりましたんで、ちょっとね飲んでみましょうか。
こんな感じですね。飲んでみましょう。ああ、なんか香ばしい匂い。うん。なんか味っていうよりはね、ああんまりいろんなものを邪魔しないような、いつもはほらミックスして飲んでますので、単体だとこうなんだっていうのが。薬草からすると遠いですか、近いですか？薬草臭くないっていうんですよね。薬草っぽくない。ぽくない。だけどやっぱりこう馴染んでくるとじわーっとこう薬草の、なんていうの、この存在感みたいなのが出てきますね。もう何口か飲んでると、だから最初から主張がないっていうか、結構飲みやすいです。強烈ではないってこと？あ、全然。美味しい。もう普段普通にこれだけでも飲めます。また飲みたくなるっていう。美味しい。ちょっとこう元気が出ます。まあ薬草はね、野草とか薬草ですよね。薬草はやっぱり飲んで、そこからこうじわーっと入ってって、やっぱ元気もらえますよね。今20分経ちましたので、今こんな状態ですね。色が。じゃあこれをアクにつけたいと思いますね。アクにつけましょう。意外とね、ベージュでもなんとも言えない優しい色が出ましたね。今日は、榊のアクにつけたいと思いますので、じゃあ榊のアクをキャップに1杯入れます。このぐらいですね。はい、入れました。榊を今日使ったのは、ちょっとね、榊って若干鉄の成分が入ってますので、色がね綺麗に発色しながらもちょっと若干落ち着いた色になるといいなと思って榊にしてみました。ここでよくなじませます。ちょっと若干ね、こう朴葉のあれが粉が入ってたらちょっと取り除いてみましょうかね。いろいろ結構ね、大きいこういうのとかね。よいしょ。大体で、はい。これで20分ほど寝かせます。このまま。そしたら、今ね20分経ちました。大体ね、どんな感じか。優しい感じですね。こんな感じに。これを元の精液に戻します。よいしょ。と伸ばして入れますね。はい。若干ちょっとなんかピンク系に、ね、なってきたような、肌の色に近い。なんかね、確かなんか桃引きという桃引きの色に見えてきます。いやでもあれは肌色を意識してるんでしょ。そうですよね。下着ってね、そうそうそう。そうですよね。そうですね。
皮膚の色に近いものを着ることでどんなものを上に着ても全然こう響かないですよね、だから下着とか肌着って昔肌色が多かったですね。多かったですね、で意外と肌に馴染んでいましたね、なので近いかもしれない、今日染めたこのブラウスってインナーで着ますので冬場、一番下に着て皮膚の直接当たるところが痒くなくてね、こうであったかい、今から冬に向かってだとあったかいねガーゼですので、肌着としてはもうぴったりの色かもしれないです。ですね、この今1枚で作っているこのガーゼのブラウスですね。これ今の時期でしたら、外着っていうのかな、インナーにタンクトップとかを着て、ブラウスとしても着れます。でも秋から冬寒くなってきた時は一番下の下着として着ますね。ガーゼのイメージとして、なんか痒くならない保温でしょ、だから通気性もいいと、だから肌に一番近いところがいいのかな。一番体験していただきたいし、一番いいと思います。要は皮膚が喜ぶっていうか、気持ちいいですので、であと冬場、まだ今暑いのであれですけど、今度は暖房の部屋とねとかって、そういう温暖差とかも冷房の時と一緒のように、今度暖房の効いてくるこうお部屋とか行きますね。そういう寒暖差とかの急激なそういう気温差の時にガーゼってすごくこう緩やかに、なんていうのかな、温度調整してくれますので、急にヒートショックとか、ヒートショックっていうんですっけ、ヒートショック、暑すぎてのぼせたりとか、寒すぎてこう冷えたりとかっていう、なんていうのかな、そういうのはもう全然ね心配されなくても全然大丈夫です。だからブラウスとはいえ、肌着で使っても下着で使っても、もうすごいですよね。一年中ね使っていただいて、結構高温多湿、日本って。なので多分ガーゼの生地がそういう気候に合うんだと思うんです。なるほど。だから昔から親しまれてね。とか赤ちゃんの産着とかもガーゼですよね。肌地盤もそう。肌地盤もそうだし、ね、現代人が忘れてるだけと。ガーゼがあんま見なくなりましたね。そういえばね。本当にだからなんていうのかな、多分昔よりも冷暖房ってなかったと思うんですよ、昔って。そんな中でね、赤ちゃんがこうすくすく育ってこれたって、やっぱりこういう素材、肌に着るじゃないかなと思いますね。ガーゼがこう縁の下の力持ちでそうですよね。赤ちゃんたちを守ってたかもしれない。そうですよね。あとこう赤ちゃんのこうね、いろいろ汗を拭いたりするのにお茶っ葉、余ったお茶ですね。あれのお茶にガーゼを浸して、それでこう汗を拭ったり、いろいろお尻拭いたりとか、いろいろそれで殺菌効果もあるし、汗も予防できて、もういろいろ最後までこう生かし続けるっていうかね、無駄がないですよね。そして今20分経ちましたので、いい感じでこうね、ちょっと渋い感じになりましたね。どっちかというとちょっとなんか黄身系が入ってね、ちょっとこうからし色系のようなね。じゃこれをすすぎますね。
これ干します。はい、こんな感じで染め上がりました。ね、これ干しますね。かわいいですね。風が気持ちいい。ね、こんな感じですね。はい、じゃあ干します。おお、飛んでいきそう。よいしょ。はい、こんな感じです。いかがでしょうか。すぐ乾きますね、この風で。なるほど。ガーゼが。はい。でも優しいベージュ色で。ねえ。かわいい。朴葉染めでこんな形で染まりました。優しいですよね。はい。ぜひ皆さんもよかったらやってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。